2026年2月17日、セブンイレブン新商品5品です。ガツンとニンニク、とろっと煮卵です。公式ページでは、みじん切りニンニクとおろしニンニクを使用した背徳感のある醤油だれをかけた煮卵ですと紹介されています。セブンの煮卵で外れに当たったことはないのですが、今回はどうでしょうか。パッケージを開けただけで濃厚なニンニクの香りが漂ってきます。いつもながらの絶妙な半熟加減です。舌の上でとろける黄身、まとわりつくような黄身の甘みと、舌の両側がしびれるような強烈な塩味、ニンニクの強い刺激が上顎から鼻孔にかけてピリピリと刺激します。タレにまみれたもやしとキャベツのシャキシャキとした心地よい歯ごたえですが、卵で希釈されていないタレのインパクトは白飯もしくはお酒が必須になりそうです。間違いなく1日の塩分を取り切るような強烈な塩味ですね。でも煮卵ってこれぐらい味が濃い方が美味しいです。おすすめです。ジャンのコクとうまみ広がる麻婆丼です。公式ページではジャンのコクと鶏だしのうまみで味わい深い麻婆丼ですと紹介されています。かなりとろみのあるあんは豆板醤の唐辛子の香りだけでなく、発酵した大豆やみりんの甘みも感じさせる奥行きのある風味です。ニンニク感はかなり抑え気味です。ホアジャオをかけてからいただきます。ケースはもうおなじみのセパレートタイプです。コストの問題はあると思いますが、圧倒的にご飯が美味しくいただけると思います。トッピングのホアジャオも効いていますが、麻婆豆腐自体の豆板醤とみりん、甜麺醤が絶妙なバランスで、極端に辛くないのにしびれるような辛みはしっかりと感じられます。ご飯はオーストラリア産のうるち米ですが、白ご飯があんでべちゃべちゃになっていないので、味の濃い麻婆豆腐と一緒でも咀嚼した時にご飯の甘みや香りをしっかりと感じられます。ご飯そのものの美味しさは丼物の美味しさの大事な部分ですが、今まではお店で出来たてをいただく以外にありませんでしたが、弁当容器の進化で劇的に改善しましたね。激辛がお好みの人には少し物足りないかもしれませんが、辛みと旨味のバランスが良い美味しい麻婆丼です。個人的にはもう少し肉感があった方が嬉しいですが、それは好みの問題ですね。おすすめです。炭火焼き鶏丼です。公式ページでは原材料高騰のため商品価格を変更しております。胸肉ともも肉の2種の焼き鳥と鶏そぼろ、卵そぼろが楽しめる仕立てですと紹介されています。ちなみに今回は税別598円から648円に改定されているようです。塩味の鶏胸肉、醤油ベースの甘辛い鶏そぼろ、タレ味の鶏もも肉3種類の鶏肉を味わえる焼き鳥丼です。塩味の胸肉は驚くほど柔らかく仕上がっています。醤油みりんベースのタレと鶏そぼろと一緒にいただくと、口の中で混じり合ってうまみ倍増、食感の心地よさも手伝って食が進みます。白飯は国産うるち米です。少し固めに炊き上げられており、口の中でタレやそぼろと混じり合ってほぐれながら、ご飯の香りが鼻孔に抜けていきます。醤油だれベースの鶏もも肉はもも肉ならではのジューシーさはもちろん、炭火焼き風味がより濃厚で適度な焦げ感があり、香ばしい風味です。塩味もしっかりあるのですが、みりんの甘みや鶏のうまみ、炭火焼きの香ばしさがより強調された仕上がりです。鶏肉のうまみと炭火焼きの風味、白ご飯の美味しさをしっかりと味わえる美味しい焼き鳥丼です。おすすめです。8品目の中華丼です。公式ページでは香ばしく炒めた野菜が取れる中華丼ですと紹介されています。
1日に必要な野菜の3分の1が摂取できる健康志向と満足感を両立させたチルド丼です。高温短時間で炒めた香ばしい野菜を筆頭にエビ、豚肉、キクラゲなどの具材を使用しています。味の構成としては鶏ガラと豚の旨味をベースにオイスターソース、ホタテエキスの風味も加えた濃厚でコクのあるあんが特徴です。それぞれの具材の旨味としっかりと絡んで中華丼ならではの味に仕上げています。丼ならではですが、このあんが適度に染みたご飯が絶妙で食が進みます。またシャキシャキの野菜をはじめとして食感の異なる具材がいろいろ入っているので最後まで食べ飽きません。オーストラリア産のうるち米を使用していますが、今回の丼はどれもセパレート、容器のおかげで白飯の美味しさを実感できます。そのおかげであん自体はかなり濃厚な味付けですが、白ご飯とのバランスが絶妙で味の濃淡や食感の違いが楽しめます。価格的には税別598円で以前のものよりは値上がりしていますが、お弁当の中央値付近での提供です。トータルでの仕上がりと具材の内容を考えれば十分にリーズナブルです。おすすめです。ロッテ雪見大福贅沢きなこです。メーカーの公式ページではコクある深入りきなこソース、きなこアイスを香り高いきなこ餅で包んだ贅沢きなこ尽くしと紹介されています。ロッテからは雪見大福プレミアム贅沢きなことして発売されている商品です。外側からお餅、アイス、ソースすべてがきなこ味です。きなこの粉っぽさまで含めてかなりのレベルで再現されています。この撮影の時点で冷蔵庫から出して5分ほどの柔らかさです。撮影でカットするために早めにしましたが、10分から15分程度が食べ頃かと個人的には思っています。中心のソースはかなり濃厚な仕上がりでわらび餅感があります。個人的には一番外側のお餅部分がと3倍くらいになればいいのにと思っています。オリジナルの雪見大福も美味しいですが、たまにはいかがでしょうか。おすすめです。さて、今日のおすすめの一品は炭火焼き鳥丼です。胸肉ともも肉の2種の焼き鳥と鶏そぼろが美味しかったのはもちろん、焼き鳥のタレやそぼろの味が少し移ったご飯の美味しさが何よりのおすすめです。炭火焼きの香ばしい香りとも相まってご飯が何より美味しかったです。強くおすすめします。